今回はロスは新年で何が起こるのか？新年に向けてやっておくべきことを紹介していくぜ。新年というと、周年記念に次ぐビッグイベントがある時期なので、一体どんなことが起こるのか？やるべきことについて気になります。それではまずはじめに新年で起きることを紹介していくよ。まずはじめに今回も5日間の超お得なログインボーナスがあるはずだぜ。なんとこのログインでは5日目には深田城が獲得できるんだ。おお、エピックの限界突破素材はありがたすぎる。去年の報酬内容としては、1日目、決勝25個、2日目、再戦1万、3日目、一片城1個、4日目、福地利10個、5日目、深田城1個。例年通りなら開始日時は2024年12月28日で終了は2024年1月10日深夜までと短めだから注意しよう。モンストやドッカンなど他もキャンペーンをやってるけど、最近復刻エピックで新しい仲間を手に入れたのでこの期間にしっかりログインしていきますよ。いやあんたは優先的にロスはやりなさい。そして各種お得なキャンペーンが開催されるのが予想されるよ。レベル上げではコスパ抜群の優秀な探索と言える仲間経験値強化探索もまた来そうですね。7日間で最大で仲間6人のルグを100にできる経験値を獲得できる仲間経験値強化探索は初心者さんでも倒せれるし、獲得経験値もやはり多くてコスパがとてもいいので、4.5 周年で新たに加入した仲間を強化しちゃおう。ちなみに挑戦は1日3回まで。とりあえず1日3回なので、みっちりとパーティを埋めて、敵自体は弱いから 0P コストカットで挑戦ですよ。そうそう、0P コストカットも可能なので、編成画面の消費 0P ボタンをタップしてダイアログを表示後、調整及び設定の保存をすることができるからやっておくといいぜ。これに加えて、寺子屋の経験値3倍キャンペーンなんかもあると思うので、寺子屋でお茶を飲ましまくって、ルナティック周回をさせまくる最強のレベルアップ法を活用しよう。キャラとしてはあまりにもブラックすぎる。他にはお使い経験値2倍キャンペーンなんかもあると思うぜ。そしてメイン探索飛空ロストワードドロップ3倍キャンペーンを実施もされるはずだよ。このキャンペーンは永久に続いてください。このキャンペーンが来たらやることは絵札周回だ。仲間を強くする上で重要な装備品である絵札。これを確保、強化するために周回しよう。普通なら全然落ちない星5絵札もドロップ率が3倍ならかなり出てくれるようになりますからね。絵札周回はキャンペーンなしだと泥沼どころか血の池地獄なのでこの期間中にやっておきましょう。ちなみに取りに行く絵札おすすめは圧倒的に公務の魔女だな。理由は前回の永遠戦線完全攻略でも紹介したように、永遠戦線は使用キャラ数が多いので、L1 やフェスなんかも使うケースが多い。なので超フェス以下の弱点である霊力補給の弱さを最大限に補ってくれるこの公務の魔女を手に入れておこう。他の高難易度でも使うケースが多いし、とにかく何十枚あっても足りないレベルなのでこれは回っておくべきですね。またもう一つ獲得してほしい絵札があって、メイン探索第4章第5編温泉郷へようこそ第2話でドロップする絵札で手に入る星5疑似式紙もめちゃくちゃおすすめ。こちらの絵札はなんとみんなが喉から手が出るほど欲しい全体霊力アップ絵札。全体霊力アップ絵札ってエピックお祈り限定絵札しかない超貴重な絵札じゃないか。もちろんエピック限定よりかは弱めの霊力 0.70 上昇だけどそれでも全体回復なのでめちゃくちゃに使える絵札だ。新年のキャンペーンでドロップ率3倍キャンペーンが来た場合は集めておくといいぜ。またもしかしたら仲間確定宿主とサイエマにおいて登場するキャラクターのラインナップを更新があるかもしれないぜ。最近のキャラは優秀だから重要情報ですね。新たに追加されるキャラクターはおそらく獣王援護3家は A シリーズ。獣王援組はかなり最近なんだけど、扱いとしては向上キャラなのですぐにでも含まれておかしくないもんね。A シリーズもそろそろ型落ちしてもいい頃合いだから、節目の E2025 で型落ちする可能性はあるよ。強さ的にも型落ちしても問題ない環境になってきたからね。すでに型落ちしている腕河川の方が格上だしな。なので型落ちした場合は今を使って獲得しようぜ。獣王援組も向上だけど最新だけあり、フェス、超フェスレベルの子もいるからね。ちなみにレイムさんのおすすめキャラは？そりゃあもちろん。サナエ、河川、エイリン、ウルミです。いや全員東崩壊の越担当やないか。また新イベントが開催されるはずだぜ。去年も新イベントと復刻イベントが開催されたので、おそらく今回も例年通りならば新イベントが来るはずだぜ。となると、新イベントで最近恒例の新キャラが出そうだ。ああ、最近は新イベントからエピックとエクストラ、たまに超フェスが出るのがセオリーになっているので、その辺が出ると思うよ。と言っても新イベントは1月末からなので、新年キャラはおそらく12月末のイベントで登場するのではないかと予想されるぜ。ただもしかすると、本編のメイン探索が追加されて、そこで新登場したキャラが新年キャラを飾る場合もあるけどな。とりあえず、12月後半の新イベントを見ればわかってくるね。ああ、なので12月末の長期イベントは非常に重要なものになるはずなので要チェックだな。
ではここからは新年で来るであろうガチャについて紹介していくぜ。年に一度しか来ないあのガチャの情報が気になる。まずは無料ガチャの登場だぜ。凛之助のお祈りルーレット引き直しお祈り2種類の無料で引けるガチャが開催されると思われるよ。無料ガチャでも工場キャラに加えて A シリーズの通常フェス券、超フェス券も入手可能なのでこれは来てほしいキャンペーンだ。まず降臨堂ルーレットはログインボーナスとして、決まった回数だけ無料でガチャを回せるという企画になっていて、次の5つの特徴があるんだ。回せるガチャ回数は、毎日ログイン時にルーレットによって決定。10連20連30連100連のいずれかが当たる。10日間で、1回だけ必ず100連が当たるぜ。ルーレットは最大10回まで回せれて、ログイン10日目まで。連続ログインである必要はない。かなり運が良ければなんと100連が2回当たることもあるらしい。多分もっと回せると思うんだけど、最低でも無料で190連できる企画となっているな。こちらのガチャは当日分のみ有効のため、すぐにお祈りしましょう。お祈りルーレットは期間中、10日まで行えますよ。一度も100連が出なかった場合、最終日は画像のような特別ルーレットが登場し、100% の確率で100連が当たるんだよ。最大で10回まで引けて、仮にログインを忘れた日があっても開催期間内なら合計10日ログインで、最大10回まで無料でガチャを引くことが可能だぜ。そう思うとかなり良心的ですね。結構嬉しいことに30連も出るからな。しかも現在の降臨堂ルーレットにはなんと古参超フェスト A シリーズが追加されているんだ。わっほーい。ちなみに元々の排出対象キャラは合計21体だったんだが、2022年6月末までに終了したお祈りで登場したフェス限定超フェス限定キャラクターということになっていたんだぜ。前回の7月に行われた時のラインナップが2022年6月末までに終了したお祈りで登場したフェス限定超フェス限定キャラクターのことを考えると、次回は2022年12月末までに終了したお祈りで登場したフェス限定超フェス限定キャラクターぐらいになるかもとなると、今でも現役バリバリの超フェスセイランや稲葉テイちゃんさんが手に入る可能性が出てくるのでなかなかでかいね。ちなみにこちらは1月1日から開催されるぜ。さらに例年通りなら引き直しガチャも来る。引き直しガチャとか懐かしすぎてやばい。もちろんこちらもなんと古参超フェスト A シリーズが追加されているぜ。最高すぎじゃないの。引き直しガチャの仕様としては、期間中、毎日1回無料で引き直しができるというものになっているぜ。このお祈りでは、引いたキャラクター1人を一旦キープしておくことができ、開催期間中に確定させることで、そのキャラクターを仲間にできるお祈りとなっているぜ。それならキャラクターを選べるエマの方がいいじゃんって思ってしまうのですが、引き直しガチャは排出キャラクター数が多くなっている。なのでより強力なキャラが手に入りやすいんだぜ。前回の対象の超フェス限定キャラクターは、2023年4月に1日まで実装の全超フェス限定キャラクターとなっていたので、今回の対象の超フェス限定キャラクターは、2023年9月までとかになってきそうだぜ。そうなると、エピックレベルの強さを持つ超フェス白連とか天使がゲットできるのでそうなってほしいですよ。ちなみになんだが昔通りなら引き直しお祈りは序章第2節コーマ間にて第1話をクリア後、実施できるようになるぜ。初心者さんはそこまでクリアしよう。古参超フェスト A シリーズはもう復刻はなくて、こういうキャンペーンしか手に入らないので楽しみ。ログインするのが楽しくなるし、なんといっても追加された超フェスはデザインもいいから嬉しいところだよね。そして今年も1年に一度の神すぎるガチャが開催。それが2025福袋コレクションガチャ。おお、年に一度のガチャが来る。こちらの福袋コレクションは識別のエピック、レリック、超フェス、A シリーズのフェス源が対象となった最高すぎるガチャなんだよ。こちらは期間によってラインナップが変わってくるので、必ず欲しいキャラがいるならチェックしておくようにしておこう。2024福袋コレクションでも下手な解約もなく、予想通り A シリーズと最新の超フェスが入れ替わって、さらに有能な福袋となったぜ。今年はエクストラフェスが入ったのでフェス限定もさらに少なくなってどれが当たっても最高になりそうだ。去年の福袋コレクションのスケジュールは1月1日から早速4個の福袋が始まって、2月頃までは最後の4つまでやる感じだったぜ。紹介された福袋の中身を見て自分に合ったものを選んだ方がいいですね。かなりコスパがいい福袋ガチャなんだけど、今まで課金したことがないという方は、今回だけ社名丸綾の特ダネパスを買ってみることだな。レポートレベルを上げないといけないけど、最大で1300個の神結晶がゲットできるので2回分引けるのよね。値段も1200円と比較的安いのでこれを買っておいて引くといいよ。ただ風結晶がある程度溜まっている方ならシンプルに待って、復刻ガチャで引いた方がいいだろう。言うても、言い方が悪いけど外れ枠もあるわけだからね。しかももうすでに登場したキャラをピックアップされている場合も結構あるので、無理に引きに行かなくていいと思うぜ。今年出たキャラでこれぶっ壊れやなっていうレリック河川、ゆゆこ、なんかはすでに何回も復刻されて手に入れている人は多いしな。ただ強い超フェスがあまり持ってない方はおすすめ。超フェスの復刻はめちゃくちゃ少ないし、復刻された場合でもいろんなキャラがピックアップされている場合が多くて非常に引きづらいから、案外超フェス狙いで引いてみるのもありだと思うよ。確かにそれは言えているな。そう思うと、
比較的新しいレリックとエピック、エクストラが入っててかつ有能な超フェスがいるコレクションは最強かもしれないな。ところで今回の中で一番強い式ってなんだと思う？ナイス質問だ。福袋ガチャは識別で出るので、大体ピックアップされるキャラがわかるんだけど、今年一番新しくて強い式は、破壊式だぜ。これは圧倒的で4周年で出た桜小石、バランスが整った水着玉蓮、前回の日替わりエピックでも紹介したユユコと天使がいたり、エクストラからはかぐやパーティーのアタッカーになるルーミア、超フェス最強クラスのスイカ、ジェニックミマといった、非常に優秀なキャラクターが集まっているんだ。これは圧倒的じゃないのよ。でもここまでキャラがいると、二つに分けられそうだけどな。とりあえずは、陽光では貴重なダメージ増加スキルを持つ桜小石を狙っていくといいと思うぜ。その次に優秀かつレアなキャラがいる式は技巧式だな。弱点付与系は二人とも技巧で、木属性の支援ライブレイム、両毒アタッカージョーン、価値が高まってるレリック純子、エクストラでも優秀なミノリコ、クラピなんかもいるしね。技巧と破壊式がセットになったやつが出たら間違いなくそれですね。他は優秀かつレアなキャラがいる式の支援式も結構あり、味方全体の陽光にを持つ水着河川、案外レアな援光支援タイプの水着シオン、そして驚異のお手軽陽光10段階アップが可能な超フェス最強ちゃんかな様がいるのでなかなか美味しい福袋だと思うぜ。比較的新しいキャラが多いので、これは欲しいですな。ちなみにここで有能なキャラが多い速攻式と攻撃式はどうなんだとなるんだけど、攻撃式と速攻式とか強いけどすでに復刻されているものが多いので正直わざわざ神結晶を使って引くまでもないのでおすすめしないよ。なるほどね。現在風結晶で引けるものならもう風結晶でいいかも。でも一番圧倒的におすすめするのは、レイムさんのポンポコ福袋だぜ。何が入っているかは開けてみてからのお楽しみ。さてさて、皆さんお待たせいたしました。お待ちかねの新年キャラクターについて考察していこうと思うぜ。性能については前回の傾向から見ると、後々出るキャラと相性がいい性能をしてくると思うぜ。前回の新年キャラクターは水着コンパクヨウムと水着採用時ユユコだよね。キャラ性能は後々登場するレリックキャラと相性がいいものになっているぜ。水着コンパクヨウムはスキルのターンを減らすというとても便利なスキルを持っているんだが、レリックレイムやマリサはスキルのターンが短いので速攻でバフをかけやすくて相性がいいものになっているね。残裂弾持ちという部分も相性がいいのよね。バストサイズも似ていますし、ユユコは前回の日替わりエピックランキングでも言ったように、レリックユユコと相性が抜群すぎるものとなっているんだ。この傾向から見ると、2025年の新キャラも後々出るキャラと相性がいい性能になるっぽいので、新年キャラは非常に重要なキャラなのがわかるね。おそらく水着ユユコヨウムのようにまた新スキルを持つはずだと思うので要チェックだぜ。そして最近レリックが全然出ていないので、年明けに出す可能性があるぜ。なので新年で次出るのが確定しているレリック白蓮とレリックミコを出してくると予想されるよ。なるほど。二人はカップリングとしてとても相性がいいし、相性のいい性能をさせてペアで引かせようとするでしょうね。去年もレリックとエピックが相性がいい性能になっていたからな。ちなみにレリックは MV プロジェクトの登場順で出るようになっているので、登場するキャラがわかるんだぜ。前回はレリックパチュリーだったので次回は白蓮とミコということか。なので新年キャラはエピック限定が来ると予想されるぜ。新年を飾るキャラクターについてはレリックミコと白蓮が来るなら、エピックミコやセイガと家臣霊廟組が予想されるぜ。なるほど。セイガ派ミコの師匠だし白蓮はセイガを成敗しようとする設定があるので二人と絡めやすいのであるね。一番可能性の高い旗の心はもうすでにエピックで最近出ているのでセイガが来ると思うね。最近の傾向から見ると季節違いの水着キャラを出さなくなり、季節に合った服装のエピックが登場する傾向になったので、今回も新年に合った服装のキャラのエピックキャラが出ると思われるぜ。なるほどねとなると着物とか着たキャラとか出そうだな。またジェニックはいつ出るのでしょうか。ジェニックは旧作キャラということで限られた人数だから慎重に出してくるっぽいのでわからんな。とりあえずコンガラさんだろう。いや急なコンガラさん。前回が2024年7月31日に出たので、今年のジェニックの傾向から見るとまだ出さなさそうだ。1年に2回しか登場しないまさに幻のガチャですからね。登場しそうなキャラクターとしては北白川千ゆり岡崎ゆめみ、旧アリス&旧優香だな。登場順なら次回ジェニックが出るなら北白川千ゆり岡崎ゆめみが濃厚ですな。旧レイム&旧マリサは、もっと大舞台になるはずだと思うぜ。ジェニックは白フェスを抜けば最上位のクラスなのでどのキャラが出ても優秀なキャラとなるので楽しみに待っておこう。また白フェスも出しちゃう可能性もあるかもね。次回の白フェスは森安和子だな。まず白フェスについては、ガチャでも引けるが3万円から4万で突完了できるようになっているステップアップ方式の課金パックで入手可能なロスは最上位フェスだぜ。最終突までにはなんとキャラ被りしか突る方法はなく、ほぼパックの購入一択。このように、ほぼ課金しないと完成できない最高ランクのフェスキャラなんだ。
白フェスと言いつつ中身は真っ黒。今まで周年記念日に登場しているが、ぶっちゃけるとこのフェスはあまり反響が良くなかったので、5周年という最高の節目に持ってきて、印象を悪くさせたくないと考えて新年で出しちゃうなんてこともあるかもな。そして5周年に黒フェスが出るといった感じで、久々にレリックも出るだろうし、新年キャラ、ワンチャンジェニックなんかもあるだろう。新年のためにしっかりと風結晶を獲得しよう。ガチャ石集めについては過去に紹介しているので後でそちらを見てほしいが、基本的にはお使いで集めることと、イベント探索などだな。最近はイベントを被らせてくるんだけど、イベントで獲得できる風結晶を集めよう。イベント被らせるの色々とややこしいのできついんですよね。まあね、素材の取り忘れとか前回のイベントではかなり多かったっぽいので今回は前もって素材を回収しておこうぜ。続いて新しい絵札が追加されるぜ。去年は4枚も新たな絵札が登場。最近の絵札はめちゃくちゃ強いので、新しい絵札も有能そうだ。ところでどこで手に入るものになるの？前の傾向では VS フクレイに2枚とガチャに2枚だよ。どっちも新年キャラの性能と相性がいい絵札だったぜ。となると、VS フクレイの準備もしておいた方がいいね。最近は日属性が出ていないので、新年キャラは日属性の可能性があるから日属性を育てるといいかも。あくまで予想の範囲なのでなんとなくで受け止めておいてね。さて情報は以上なんだがこれを参考に新年イベントの準備をしていってくれ。視聴者さんは新年キャラは誰が来ると思うかよければコメントで教えてくださいね。また永遠戦線の攻略法も紹介しているから見に行ってみてね。それではここまでご視聴ありがとうございました。